高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は大阪の銭湯で女湯の利用客のマナーが悪く閉鎖したい件について話していきたいんやけど、大阪府八尾市の老舗銭湯の恩寺温泉が30日に公式 X で女湯のサウナを無期限で閉鎖したことを報告。マナー悪い一部の人間のせいで苦渋の決断ですが、ご理解のほどをよろしくお願いします。我慢の限界です。と怒りの文面とともに、利用客の理解を求めたと。で、実際に X に投稿されたポストの内容が、風呂にビーチボール持ってきて子供水風呂占領、サウナで洗濯物干す、サウナに持ち込み禁止やのに持ち込み、張り紙貼ってもこれ、風呂や続ける気力なくなってきたわって締められとって。お気持ちやな。やるせなさを感じ取るような、なんかこのポストの内容に関しても、やっぱ世間的にはサウナに洗濯物ってみたいな、斬新すぎる。公式のもうルール守れない方は出禁しかないです。他のお客様が嫌な気持ちになり減っていきますと嘆いたと。思ったより内容が結構えぐいな。なんでそんなになるんやって感じなんやけどな。市民プールじゃねえんやから。そう。めちゃくちゃするやつがおるんやな。一般的に基本の銭湯マナーっていうのが、銭湯にて張り紙がしてあった事例を何点か挙げると、髪染めの禁止、洗い場の場所取り禁止、浴槽の縁に座らない、洗面器は一人一個、喋らない、いわゆる沐浴やね。で、タオルを浴槽につけないっていうのが一般的なマナーなんやけど、どこ行ってもこういうの貼ってあるな。マナー違反の例として挙げられとったんが、銭湯サウナの鍵を差しっぱなしにする。物を挟んでサウナ室のドアを開けっぱなしにする。自分用のマットでいない間も場所取りをする。様々なものを持ち込む。たらいとか本など。で、浴槽の椅子を持ち込む。で、サウナスーツにくるまる。とにかく一挙手一投足見てくる。たまにおるな、これめっちゃ見てくるやつ。で、サウナで冗談は熱すぎるから下に座りなさい。などとアドバイスをする。サウナ室で水をまく。サウナ室内ストーンの上で自分のタオルを絞る。これ嫌やな。汗とかもあるし。で、さっきも言ったけど、タオル下着を干す。とにかく喋る。という感じで、上げ出したらキリないんやけど。実際に俺らもさ、よく温泉銭湯行って、こういうマナー悪を見たこともあるし。場所取りとかはよく聞くけどな。ただ、男湯にはあんまり場所取りするやつは見たことないけどな。そうやんな。場所取りの女湯ってか、サウナとかでもう自分の場所はここだからみたいな常連がおって、それで違う人が座っとると、そこ誰々さんの席やからどいてみたいなのを他の客が言うとか、事例として上がっとったで。よく言われるのは、女湯のサウナで、その主って呼ばれる人がおって、いわゆる女湯の常連の客のことなんやけど、主がサウナで自分の席を決めて、でそこに私物とか置いて、もうずっとそこに座っとるとかいうのはよく聞くような。で、何もしない人がそこに座ると、他の常連がすげえ見てくるとか、そこは誰々その席やぞみたいなこと言ってくるっていう。そんな知ったこっちゃないけどな、マジで。そういう話はよく聞くけどな。で、一般論っていうか、女性サウナでの傾向として挙げられとったんが、女性サウナでは利用者が少なく貸し切り状態を経験しやすいため、特定の場所を自分の指定席や自分の縄張りと認識しやすくなると指摘されたっていう話があって。結構的を得た考えやなと思うけどな。確かに。あながちな心理じゃないか、これは。男湯はやっぱサウナの利用客が多いから、人がどんどん入れ替わるし、しょっちゅうさ、満席になることもあるから、そんなところで場所取りしとるやつがおったら、もう貧縮やわな。そんな席なんかこだわっとる場合じゃないもんな。確かにやっぱ座りたい席はさ、あるけど、取れんかったら取れんかったらしょうがないから別のとこ座ろうかって。普通そういう考えやけど。それに、多分男湯でそれをやると、もう普通に注意されるような。その客同士で。そうそう。割と、面と向かってな、注意するやつが多いよ、男湯の。だからこういう話聞いてると、女湯のこういうのは注意あんまりせんのかな。声がでかいやつが強いっていうのはあるんじゃない？女湯の方が。はいはい。だから結構こういう常連が幅利かして無法地帯になっとるんや。女同士の方が勝手なハウスルールみたいなの作って、それ従わせようとするっていうのはあるんかもしれんな。明文化されてないルールみたいなのを重んじるっていうか。よく言うやん、女は感情の生き物やからとかいう。なんか下町の銭湯とかさ、もうほんと男湯と女湯がさ、壁一つで挟んで同じフロアにあるような銭湯とかやったら、女湯の声とかめっちゃ響くもんな。そうやな。男湯は静かやけど、女湯からめっちゃ話し声聞こえてくるってよくあるな。普通にさ、友達同士で来とるのもあるし、初対面の人とかでもそこでコミュニケーションを取るっていうのが結構あるらしくて。男湯もさ、一人
客って多いと思うけど、あんまり一人客同士で雑談するっていうよりは、よっぽど気さくな人じゃないと、おのおのな、自分の入りたいとこに入ってサウナ行ってみたいな。黙々とな、そうそう、自分のやりたいことをやるもんな。女湯の方がやっぱ、一人で来とっても、おばちゃん同士で喋ったりするっていうのが多いんかもしれない。はいはいはい。コミュニケーション取りに来とるみたいな感じなのかな。それでもさっきの上がっとったポストみたいなことやっとったらもう終わりやろ。こんなん出禁にした方がいいやろ、マジで。なんやねん、ビーチボールって。子供を遊ばせるためにビーチボール持ってきとんのやと思うけどさ、子持ちの女がさ、子供がやることなんやから、許されて当然やろっていう心理があるんやと思うよな。結局周りの善意に甘えとるだけやん。こんな大貧縮やけどな。そのサウナで洗濯物干すっていうのもすごいよな。タオル干すやつは男湯でもたまに下町の銭湯とか行くとあるけど、その自分の服とかさ、干すやつは見たことねえけどな。でもこれがな、ポストとかやったら、サウナで洗濯物なんて乾かんやろみたいな意見が結構あったんやけど、俺らテントサウナとかでさ、タオルとか普通に干して乾かすけど、サウナ意外に乾くんよね。いや、てかめっちゃすぐ乾くよな。そうそう、なんなら。サウナでタオル干しとけば5分ぐらいで、なんか絞ったタオルやったら乾いとるよな。うん。まあ、早く乾かしたいんやったら、確かにタオルで干すのは効果的っちゃ効果的やけどな。そうそう。その考えたら知らんくて当たり前やと思うけど、意外にな。まあ、普通の人は干したことないからな、サウナで。そうそうそう、そんな発想ないからな。っていう声も上がっとったけど、これに関してはな。まあ、合理的ではあるけど、まあ、マナーっていう観点からしたらやったらあかんけどな。もちろん。でも一番よく聞くのはやっぱさ、場所取りじゃない？女湯の場所取りな。マナー悪い常連客の話っつうと。俺の主観っていうか、まあ、偏見もあるんやけど、女の人ってさ、自分の席を固定しがちやんな。うん。もう指定席。指定席作るよな。ジムとか、オフィスとかもそうやし、なんかスーパーのフードコートとかな。常連のババアがもう自分の席、陣取っていつ行ってもそいつおるみたいな、ある。ルーティンやろ、もう。女性の方が縄張り意識が強いからっていう話もあるんよな。こじつけもあるかもしれんけど。いや、まあでもあながち間違いじゃないと思うよ。自分の居場所を大事にするっていう。で、そういう場所取り、銭湯の主が現れやすいところって、田舎とか下町のローカル銭湯で発生しがちなんやけど。じゃあな、そういう銭湯ほど常連が居座ってしまうよな。うん。逆に都心部の銭湯ってあんまおらんよな。そうなんや。多分、その人の入れ替わりが激しいからさ、初めて来る人とかも多くて、下町やとか、まあ田舎やったらな、ずっと同じ人ばっかり来たりするし、まあ何より困んしっていうのもあると思うんやけど。でもそんな奴らを擁護しとったらな、本当に無法地帯になるからな。まあな、観光客とか来るような地域やったら絶対そんなん起こらんのやろうなと思うけど、観光客ってそういう昔の良くない風習を浄化する作用あると思う。変な風習を普通やと思わん人たちやからさ、そういう人たちが入ってくると浄化されていくんよな。男湯やったらな、もう俺、男湯でそんな私物置いてあるところでさ、もうそこしか空いてなかったら普通にどかして座るもん。ああ、まあな。だから基本的に場所取りはな、やっとる方が悪いからな。浄化されても文句は言えんやん。そうそう。まあ文句言ってくるかもしれんけど、そんな知らんわな。温泉とか行ってまで、なんか思いたくねえよな。まああとは、女性特有の心理らしいんやけど、常連になると、女性の方が自分が常連なんやから、自分の優先度を上げてくれるっていう考え方をするらしくて。男やったら、常連はなんか後回しにされてもしょうがないみたいな。親しいからこそ、他の人を優先してもいいっていう風になるんやけど、女の人の場合は、自分はしょっちゅう通っとんだやから特別扱いしろみたいな関係を求めがちっていうのを紹介しとるネットの記事があったな。あ、でもそれはあれやな。銭湯とかサウナだけに限らず、日常生活でも言えることではあるよな。会社でもさ、なんか俺の会社フリーアドレスなんやけどさ、やっぱおばちゃんだけはな、いつも自分の席固定化しとるもんな。フリーアドレスなのに。やっぱ自分の席がないっつうのが耐えられやんのやろうな。落ち着かんのやろな。ちょっとでも違うと。同じ環境、同じ空間、同じ景色っていうところにやっぱ安心感を抱きやすいんじゃん。何のためのフリーアドレスかわからんけどな。定住したいみたいな本能があるんかもな。最近よく聞くんやけどさ、結婚した人とかでさ、マイホームにするか賃貸にするかみたいなんでさ、なんか昔は男の方がさ、自分の城を持ちたいっていう気持ちで、マイホームを建てたがるっていうイメージやったんやけど、実際には奥さんの方がマイホームを持ちたがるんやって。ああ、そうなんや。自分の居場所っていうのを、いわゆる巣を作りたがるみたいな感覚なのかなと思った。賃貸じゃないんやな。賃貸はやっぱ他人の家っていう感覚があるんじゃん。なるほどね。こうやってな、女湯の客っていう女性をなんか叩くみたいな話になってしまったけど、実際にはまあ男湯にも結構マナー悪いやつは、別のな、観点からおるけどな。普通にサウナでな、
大声出して喋っとるやつもおるし。寝るやつとかさ、体操しだすやつとかおるしな。狭いのに平気で横になるやつとかおるしな。筋トレするやつとか結構おるな。俺はあんま気にせんけど、若い大学生とかがさ、集団でゾロゾロ銭湯内を歩き回るのもあんまり良くないらしい。サウナが一気に混んだり、水風呂が一気に占領されたりするからな。これはどうなんやって思うけど、男は男でサウナを発展場にして、それが要因かどうかわからんけど、閉鎖に追い込まれた施設とかもあるらしくて、これもなかなか立ちが悪い。俺が聞いた話では、休憩所が発展場になってしまったから、休憩所閉鎖したとか、仮眠室をやめたとか、聞いたことあるな。ちょっとな、危険な、普通犯罪なんやけど、サウナ内でさ、むしろわいせつみたいな。罪に問われますからね。サウナ内で、せんずりっつうか、こき出すやつとかな。男同士でチュッチュし出すやつとか、よく聞くけど、そういうゲイがさ、現れるのって、男湯あるあるやんな。あるある。実際遭遇したこともあるでしょ。サウナでゲイ。マジ、いざ遭遇するとさ、結構怖い。俺らもさ、地元のスーパー銭湯でゲイに追いかけられたことあったよな。あったな。俺らがさ、入る浴槽全部に追いかけてくるよね。追いかけてきてずーっと見られとって。見られる。あれは異様やったな。そのスーパー銭湯はもう潰れたんやけど、怖いよな。別の意味でな。身体に危険迫っとるからな。マナーとかっていう問題ではないけどな、もうそれは。こう女ばっか叩いとるけど、男も男で、やばいやつは一定数おるから、こういう銭湯には付き物なんかなってもう割り切るしかないんじゃない。とはいえ、これで巻き添い食らって実際に閉鎖まで追い込まれとるから、純粋に女の人でサウナ好きな人とかは、ほんとかわいそうやと思うわ。でもさ、もうこんだけ常連が幅利かしとるような銭湯だったらさ、初見の人はおらんやろうから、そんなダメージないんじゃないかと思うけどな。ないんか。とはいえな、こんだけ話題になっとるからさ、今後もし復活しても、常連は場所取りしづらくなるやろうしさ。逆にな、良くなるんじゃない？張り紙しまくって、それでも無視するようなやつは出禁にするしかないやろうけど。出禁にした方がいいわ。銭湯側からしてもな、常連って大事やからさ、利益に貢献しとるっていうのはあるからな。あんまりないがしろにはできやんっていうのはあるんやろうけど、それでも他の客のことを考えたらな。初見の人が定着せんような銭湯やったらもう未来ないからな。そういうマナー悪い常連を排除していくしかないわな。そんな感じで、今日は大阪の銭湯で女湯の利用客のマナーが悪く閉鎖した件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。